的確な問いを持ち、その問いを謙虚に様々なものに対して問うていくことで、まだ見えない答えに少しでも近づいていけることができると思っています。はい、皆様こんにちは。法華経の話第29回です。この動画は法華経を拝読していきながら、仏教に関することなどをなるべく簡単にお話ししています。回を重ねながら少しずつお話をしています。その他の回もご覧いただき、一緒に仏様の教えについて考えていっていただければと思います。皆様、明けましておめでとうございます。当地では天候も穏やかな年明けとなりました。冷え込みの厳しいところもあるようでございますが、年が変わるのは心機一転、とてもありがたいことだと思います。昨年に引き続き、法華経の話も続けていきたいと思っております。どうぞよろしくお願い申し上げます。では、今回の内容です。今回は、文殊師利菩薩と弥勒菩薩の問答についてお話をしていきます。前回までは、呪本が始まって、説法の絵座に集まった方々に対して、釈尊が様々な気づいを示してくれたところまでお話をしました。ちなみに、この動画では、釈尊と言ったり、仏様と言ったりしていますが、この動画の中では基本的に同じ意味で使わせていただいております。釈尊は、ブッダやお釈迦さん、世尊などいくつも呼び名がございますが、私たちは基本的に釈迦牟尼世尊を省略して釈尊とお呼びすることが多いです。一般的には仏様と呼ばれますから、この動画の中では釈尊と言ったり仏様と言ったりさせていただいているわけです。一応厳密には釈尊と仏では定義する範囲が違いますので、使い分けることが必要だと思いますが、私はそういうの使い分けがすごく苦手なので、二つとも使わせていただいています。ちなみに法華経の中では釈尊という呼ばれ方では出てまいりません。いろいろな呼ばれ方で登場してきますので、その都度説明をさせていただこうと思っています。さて、その釈尊が気づいを示してくださったのですが、釈尊の説法を聞くために集まった方々は、なんでそんな気づいが示されたのかがさっぱりわからないわけですね。そこでそういう方々を代表して、弥勒菩薩が文殊師利菩薩に質問をするというのがこれからの場面です。なぜ釈尊に質問をしないかというと、それは前々回でもお話ししましたが、釈尊は三昧の状態に入っているので、答えることができないからですね。では、その問答をする文殊師利菩薩と弥勒菩薩について、まずは説明しようと思います。どちらも一度は名前を聞いたことがある菩薩様ではないかなと思います。文殊師利はサンスクリット語でマンジュシュリーというその言葉の音写になります。他のサンスクリット語の音写に比べると、このマンジュシュリーの音写が文殊師利はすごく近い気がしますね。文殊師利菩薩は文殊師利法王子という名前でも経典の中で出てきます。三人よれば文殊の知恵ということわざがあるように、知恵の菩薩様とされています。通常は普賢菩薩と相並びまして、釈尊の左脇にいて知恵の威力を象徴していると、そういうふうなされる菩薩様です。仏像などでは獅子に乗って描かれることが多いのがこの文殊師利菩薩ですね。割とポピュラーな菩薩様として文殊信仰というのは一般に広がっていったと言われています。一方の弥勒菩薩はサンスクリット語のマイトレイヤの音写です。この弥勒菩薩も非常にポピュラーな菩薩様で、様々な経典に登場します。弥勒菩薩は釈尊が入滅してから、釈尊が亡くなってから、
56億7000万年後にシャバ世界、私たちの世界に現れて、衆生を救済する役割を持った菩薩様とされています。釈尊の後を補う未来仏なので、菩薩様ですが、弥勒仏とも称される方ですね。なお、パーリ語。パーリ語は昔インドの地方周辺で使われていた言葉ですけども、このパーリ語は口語ですね。日常的に話す言葉で、一方でサンスクリット語は文語ですね。書き言葉だとされるそうですが、そのパーリ語で弥勒をメッテーヤと言いまして、西洋のメシア思想に影響を与えたという説があります。メシア思想というのは終末期に救世主が現れるという思想です。ちなみにメシアのギリシャ語訳がクリストスで、その日本語表記がキリストですね。つまりキリストというのはその人自身の名前というよりはメシア救世主であるっていうことを指し示しているそうなんですね。で、そういった思想に対してこのメッテーヤっていうものの影響があるんではないかというふうに言われています。もちろんこれキリスト教ではだけではなくてユダヤ教、キリスト教、イスラム教、一神教のその救世主、メシア思想というものに影響を与えたとされるんです。仏教というと東の方の文化圏のものと思われがちですが、仏教、もちろんインドの思想も含めていいと思いますが、西の方への影響も非常に多くあります。以前も話しましたが、インドといっても今のネパールあたりですが、そのあたりで発生した仏教はぐるっと回って、このあたりですね。このあたりで発生した仏教はヒマラヤ山脈を越えることができませんから、ぐるっと回って、中央アジアのあたりにまず伝わったと言われています。そこからシルクロードの交易航路に乗って各地に伝播していくんですね。ですから、そのシルクロード沿いに仏教の史跡などが多く残っています。もちろん、ヘレニズム文化と言われるような西洋からの影響もありますが、この弥勒の土台となったメッテーヤも東だけではなく西の方に影響していったのだと思います。よく文化とか思想を独自に発生したものだと主張される方もおられますが、そういうことはないんではないかなと思います。私たちが思っている以上に昔から人々は交流し、互いの文化が混じり合い、時には衝突し合って発展してきたんだと思うんですね。話がそれましたが、文殊師利菩薩と弥勒菩薩も仏教では大変ポピュラーな菩薩様です。その弥勒菩薩が聴衆を代表して文殊師利菩薩に尋ねます。なぜでしょうか。これは後にシャリホツなどの二乗たちも同じことをするのですが、なぜ皆を代表するのでしょうか。菩薩にもランクがあると言われていますが、それでも文殊師利と弥勒菩薩は同じ菩薩様です。弥勒菩薩は本当に釈尊がなぜ気髄を示したのか、なぜ気髄を表したのかがわからなかったんでしょうか。これは弥勒菩薩が気髄の理由を理解している、していない、そういったことではなくて、聴衆を代表するということがとても大事だと言われています。弥勒菩薩は聴衆の様子を見ているわけですね。聴衆の中にはいろいろな人がいます。仏教に詳しい人、詳しくない人、いろいろです。その人たちが気髄を見て大騒ぎしてるんですね。ですがその人たちはなぜこんなことが起きているのかと問う力はありません。ただ騒いでしまうだけなんです。ですからその聴衆の気持ちを汲んで弥勒菩薩は文殊師利菩薩に問うわけですね。私たちは割と普通に答えを求めます。ですが世の中には答えのないことは多くあります。ですから答えばかりを求める姿勢では行き詰まることが多いんではないかなと思うんですね。そうではなくて的確な問いを持つ。的確な問いを持つようにすることがとても大事だと思います。なぜそうなるのか、なぜそうでないといけないのか、そしてその問いを様々に問うていくことも大切です。
的確な問いを持ち、その問いを謙虚に様々なものに対して問うていくことで、まだ見えない答えに少しでも近づいていけることができると思っています。さて、弥勒菩薩の問いの場面を序本では次のように描いています。少し長いのですが、現代語訳で読んでみたいと思います。その時、弥勒菩薩は次のように思いました。今、世尊は神通力によって不思議なことを示された。どのような理由があって、このような随想が現れたのだろうか。しかし、仏は今、深い瞑想状態に入られていて、直接お聞きすることはできない。この不思議な出来事を誰に質問したらいいのだろうか。誰がこれに答えることができるだろうか。と。また次のようにも思いました。法王寺の位にある文殊師利は、すでに昔数えきれないほど多くの仏に親しく随時し、供養を行ってきた。文殊師利ならば、きっとこのような不思議な随想を見たことがあるに違いない。私は今、彼に尋ねてみようと。その時、出家在家の男女たちや多くの天、龍、鬼神などは皆次のように思いました。この仏の光明とその中に示された不思議なありさまの由来を今誰に尋ねたらいいのだろうか。と。すると弥勒菩薩は自分自身の疑問を解決しようと思い、さらに出家在家の男女たちや多くの天龍鬼神などの思いを見て取って、文殊師利に次のように質問しました。どのような理由によってこの随想が示され、仏の身から大いなる光明が放たれて、東方の18000の国土を照らし、それぞれの国土の素晴らしい様子を見ることができたのでしょうか。と。長くなりましたが、ここがその場面です。先ほどまで私が述べてきたことがよく現れていると思います。次にここから、ここにおいて弥勒菩薩は重ねてこの義を述べんと欲して下をもって説いて曰くとあります。先ほど質問をして、ここで弥勒菩薩は重ねてもう一度、改めてこの義、なぜこの疑問を持ったのか、それを伝えようと思って下をもって説いて曰くとこういうふうにあるわけです。この下、この下という表現は今後法華経の中でも何度も出てきますので覚えておいてもらえると良いと思います。この下は経典の中で決まった文字数を一句としてさらにそれを4つセットにしているものです。漢文で習った漢詩のようですね。例えば4文字を1セットとして4つセットで構成されていくお経文のあり方です。一節には文字を読めない人に対して仏様の教えを伝えていくために聞こえの良い音、表現を使って経典の大事な部分をまとめていったものと言われています。法華経の中でも有名なのは地掛です。これは自我徳仏来のこの5文字から始まるお経文ですので、この最初の自我を取って地掛と呼ばれます。如来寿量本の後半部分で出てきます。下文は、特に韻を踏んでいるわけではないんですけども、リズムが良くて非常に聞こえの良いものです。特にこの地掛はとても耳に聞こえの良いそのお経文です。法華経以外の経典でもある一定の文字数で繰り返されている部分が出てきたら、これは下ですねというと仏教が分かっている感じになると思います。ここでの弥勒菩薩の下はこれまでの場面を振り返る形になっています。非常に重厚で良い下なのですが、内容的に繰り返しになりますので、ここでは簡単に説明します。多くの部分は釈尊が白毫から照らした東方世界のことが詳しく述べられています。仏様の説法の様子や菩薩が実際に修行する姿が弥勒菩薩の目で語られていきます。
その仏様の気づいによって皆が喜ぶ姿を仙断の興風は衆の心を悦化すという表現で出てきます。仙断の香りがする風は心地よく、人々の心を喜ばせましたという意味です。とても素晴らしい表現ですね。仙断は梵語のサンスクリット語のチャンダナの音社で、インドなどにある香木です。現在でいうところの白檀であるそうで、良い香りのする木です。良い香りというのは心地よくなりますね。経典の中でも、焼香や抹香、図香などが出てきます。そしてこの香りを仏様の教えに例えるわけです。最近はお線香の香りというと嫌われるようなところがございますが、私はとても好きです。そしてその香りは香りの中にいると自分に移りますね。その移っていく様子が仏の教えが広がっていく様子と重なるというわけです。香りの良いものの近くにいるということも大切ですね。良い香りとは良い友人や良い環境と例えることもできると思います。自分が意識していなくても良い友人や良い環境にいれば、その香りは自然と自分に移っていきます。自分で一生懸命変化していこうとすることも大事ですが、良い友人や良い環境に囲まれているということも自分の変化にとってとても大事なことだと思います。それは自分が意識するしないに関わらずです。ですから、周りへの感謝というのはいつも忘れてはいけないことだと思います。信心をしていても良いことがないとおっしゃる方が少なからずおられますが、せっかく仏様からいただいた良い香りを自分で打ち消しているのかもしれないですね。良い香りを身近に置いておくことと、その良い香りを悪い香りで打ち消してしまわないように自分自身が意識していくことも信心をしていく上で、また生きていく上で大切なことだと思います。では、今回はこれまでといたしまして、次回は文殊師利菩薩が答えを示す場面です。日月灯明仏という仏様が出てきます。それはまた次回のお話とさせていただきます。ご清聴誠にありがとうございました。それではまた。さようなら。